の日大阪で仕事だったんですけれども、1時間ほど早く大阪に入りまして、お昼ご飯を食べてから現場に入ろうという、そういう寸法でございます。現場がですね、毎日放送なんですね。で、毎日放送でこれ食べログでね、お店ちょっと探そうと思うんですけれども、これがこのデイリー山崎 MBS 茶屋町店って書いてるところですね。ここが、毎日放送、茶屋町の毎日放送でございますから、ここから徒歩圏内ご飯食べて、徒歩圏内で行ける店がいいなって感じなんですけど、このうどん焼きすけさんね、ここが前の動画で行かしてもらった美味しいうどん屋さんですけれども、だいたいこれラーメンシエルね、ここもなんか美味しそうですよね。点数も高いです。別に僕は食べログの点数ばかりを信用しているわけではないのであれなんですけど、美味しそうですね。すっきりとしたスープで、ここもねちょっと前から気になってはいるんですけれども、ラーメンね、あとはだいたいこの辺だとね、毎日放送まで徒歩10分圏内なのでこの辺がいいんですけれど、ちょっとこの辺で検索しましょうか。今日亭中崎店、これね、お蕎麦と丼物のセットみたいなものを出していただける和食のお店ですね。この辺もいいですね。他にはどんなのがあるでしょうか。ローデヴィーニュ、ビストフレンチ、おしゃれですね。シャレオツですね。これはね、ちょっとお昼からこんだけおしゃれなものを食べれるような人間ではないので、ちょっと他の店探しましょうか。ラーメンヒッポ、鶏塩ラーメンね。これも結構すっきりとした感じの澄んだ美しいスープですね。いいですね。ヒッポもいいですね。瀬戸内ラーメン松花園、瀬戸内ラーメンってなかなかね大阪じゃ聞かないですけれども、ここも美味しそうですね。チャーシューがはみ出しててね、瀬戸内だからやっぱり魚介のスープなんですかね。ここも美味しそうですよ。かなり尾道の尾道ラーメン、尾道ラーメンってこともないんか。でもやっぱ尾道か。ここもいいですね。でもうちょい足伸ばしてみて、この辺のエリアはどうでしょうか。出ました。ラーメンかすみ、この辺ラーメン屋さん多いですね。梅田界隈、梅田からちょっと外れたこれ辺は中崎町っていうあたりですけれども、油そば系ですかね。ちょっとおっさんの胃袋には昼間油そばちょっときついか。パスタね、ここのすっきりした感じ。ちょっとこれおっさんがこれ一人で入れるかどうかっていうのも結構重要になってくるんですが、パスタかなり美味しそうですね。うまそう、とてもうまそう。すっきりとしたシンプルな店内でございます。隠れ家イタリアンって書いてますね。この辺のねレビューなんかもちょっと見ながらね、パスタボロネーゼですかね、これはね。パスタ全部美味しそうですね。ポコッとこの本当にまさに隠れ家イタリアンって感じなんでしょうか。住宅街というか、そういうペスカトーレかな。これもうまそうやなと。アスパラとブロッコリーのパスタ、オイル系のパスタですね。美味しそうですね。これもトマトソースがたっぷりかかって、これなかなかね、ここイルソーレエドイルマーレというね、ここはなかなか惹かれますね。惹かれますよ。営業時間11時から2時。昼これ間に合いますね。おそらく間に合いますし、一応他も見てみましょう。総大将っていうラーメン屋さん、すごい有名なところですね。大阪でもすごい有名なラーメン屋さんです。これも両側これ小鉢カリーカレーね。キーマ的なやつとかもあるんですね。かなり繁盛してそうなお店ですね。これ本当に美味しそうなんですけどね。これ私一人で食べに行きますんで、この一人で食べに行った時になんかこう恥ずかしくないというか、なんていうんですかね、
恥ずかしくない感じの店内の作りがいいんですよね。割とできればひっそりといただける。ここもうまそうですね。これ担々麺とチャーハンかな。この担々麺もかなりうまそうですな。カリフラワーピザ専門店。カリフラワーピザというのは初耳です。日本初上陸カリフラワーピザ専門店。なんだそれは。なんかちょっと小ぶりなんかな。ちょっと大きさがよくわからないですけれども、なんかこれちょっとラズベリーなんかスイーツ的なピザもあったりするんですかね。カリフラワーピザっていうのは何なんでしょうか。ちょっとわからないですけど、ちょっと惹かれます。カリフラワーと米粉の生地。カリフラワーと米粉の生地がサックサク。生地がちょっと普通のピザとは違うんですね。普通のピザは小麦粉なんでね。カリフラワーと小麦粉っていう、カリフラワーが生地に入っている。どうなんでしょうか。お食事どころ清見。いいですね。ザ・大阪のお好み焼き屋さんって感じ。焼きそばなんかもこの辺もいいですね。落ち着きそう。来たろとんかつ系の店ですね。とんかつか。とんかつもありで、ソースカツ丼か。ソースカツ丼ね。ほんまや。ソースカツ丼も美味しいんですよね。私ソースも大好きなんでね。ソースカツ丼もかなり惹かれますね。ただこの日とんかつという感じの口じゃなかったんですよね。これいつかちょっとここのお店も行ってみたいですけれども。で今度この毎日放送、この梅田ロフトって書いてあるところが毎日放送あるんですけど、この毎日放送からこの左側ですね、新御堂を挟んで左側のエリア、これ中津寄りのエリアもですね、ちょっと見ていきましょう。アイリッシュカレーね。この辺も結構ね、オフィス街やったりもするので、グリルアイ、洋食屋さんなのかなですね。グリルって書いてますからね。エビフライ、なんかいい感じの外観やな。オムライスも美味しそうやし、フライもの、これカツカレーかな。これも美味しそうですね。これがハンバーグ。このビジュアルのカツカレーもいいですね。これエビフライ380ミックスフライかな。いいですね。なんかこのオフィス街のサラリーマンの人なんかに愛されてそうな感じしますね。これメンチカツかな、今のはね。いいよ。そう、こういうお店がね、おじさん一人で入りやすいんですよ。珍しい。なんかあんかけパスタみたいなメニューもありますね。なんやろこれは。良さそうですね、ここね。なんか店内の感じいい。これ落ち着く店内ですね。ちょっとここ行ってみましょうか。もうこれ外観から雰囲気出てますね。絶対美味しい店。もう絶対美味しいな。ミンチカツ定食、とんかつ定食、カキフライ定食。もう絶対美味しいやん。すいません。もう今のおかみさんの感じで分かりますよね。もう本当に美味しいいい店確定です。やりました。でメニューですけれども、ちょっと壁に貼ってあるメニューしか映せませんが、
ミンチカツ、とんかつ、ハンバーグ、Aランチ、ドライカレー、オムライス、カレーライス、イタリアンスパゲティとかいろいろありますけれども、このね、さっきちらっと映りましたカキフライ。カキフライ定食。正味めちゃくちゃ迷って、どれも美味しそうやから、逆に言うといい意味でどれでもよかったんですけども、その分迷いまして、本当はね迷ったんですけど、あんまりお店も忙しそうやったから、ちょっとね早く頼まないといけないなと思ってカキフライ頼みました。で来ました。どうですか。カキフライが7個乗っております。でポテサラ、トマトでサラダという感じになってますね。めちゃくちゃ美味しそうですね。ライスに、そしてしば漬けパターンですね。で味噌汁、もうこれ以上ないという昼ご飯ですね。やっぱカキフライこんだけ7個も乗ってますとね、満足感高いですね。まずはレモンを絞っていただきます。でね、このマヨネーズソースたっぷりついてるんですけれども、このマヨネーズプラスこのウスターソースね、これかけさせてください。関西人なんでね、ウスターソース好きなんです。でこの味噌汁の具の多さね。でこれ豚肉もちょっと入ってまして、豚汁的な風味もございます。でこのサラダのドレッシングも私の好きな、ちゃんと多分このお店の手作りのドレッシングをたっぷりかけていらっしゃいますので、野菜の量とドレッシングの量がちゃんと合っております。でですね、このお店がなんと、お昼はグリル愛でですね、夜がですね居酒屋愛さんになるらしくって、串揚げとかね、居酒屋メニューがたくさんある、夜の美味しいお料理を出す飲み屋さんに変わるらしくって、なんかお母さん曰く毎日放送の人も割と打ち上げとかでね、使ったりしてくれてんのよなんておっしゃってました。なんか鶴瓶さんとかもねいらっしゃるらしいんで、夜は夜で団体のお客さんとか、よく来はるんでしょうね。でこれ入り口入ってすぐのところにこの私が座ってるカウンター席があって、で奥にですねお座敷席が2段になってバーッと広がってまして、実はこの奥はねかなり広いお店になっております。
すいません、ありがとうございます。今すいませんありがとうございますって言ったのがですね、お母さんがなんかサービスで白あえをね小鉢でねくれたんです。これ別に僕だけじゃなくて隣のカウンターに座っているお兄さんにもくれたんですけど、サービスでねこういうのをくれるっていうのがまた嬉しいですよね。またこの白あえの美味しいこと、こんなデコレーションケーキ初めてもらった。そうなんですか。ママに6人ね。すげえ。今日飲んで
まで、ごめんなさい。とかね、私たちとかいろんなのしてますね。あ、そうなんですか。いつも毎日本当5時に6時に忘年会も30年ぐらいしてくれたからそれがコロナでダメだへー。広いですもんね、お店。すみません、ごちそうさまでした。美味しかったです。1100円。はい。やっぱりみんなテレビで細いもんね。あ、ほんまですか。男前で。いえいえ、とんでもない。美味しかったです。ごちそうさまでした。また言ってください。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうも。あ、ありがとうございます。